回はモダンガエルの対戦解説になります。ちらほらヒット確認ができていなくて情けない限りなのですが、これぐらいの距離でこんな感じのことを狙うと楽かな、というのが少しでも参考になれば幸いです。質問や疑問があればコメントまでどうぞ。煽りコメントも歓迎いたしますわ。では、見ていきましょう。1試合目はルークとの対戦です。ルークは結構ガエルが嫌なんですよね。私もルークを使うのでよくわかります。開幕ソニックブーム、高速ソニックはモダンガエルの醍醐味です。ソニックのため時間の感覚ですが、だいたい開幕の距離ぐらいがちょうどいいです。この距離ぐらいならば、ソニックを打つ、ガードをアパリー、すぐに次のソニックを打つ、というサイクルが組み立てやすいです。ため時間の確保にちょうど良い感じの距離なんですよね。体感でソニックのため時間を見極めるのが理想ですが、相手との距離での確認もおすすめです。ソニックで相手を固めつつ、ブレイドを設置していきます。ソニックを打つか、ブレイドを設置するか、中距離以上の距離でこの2択をかけられるのがガエルの強みです。相手がソニックに対して飛ぶようでしたら、ブレイドの前に対空で落としましょう。体力に余裕があるときは、オーバードライブ技で潰されたとしても、ゲージを使わせたからいいや、と思う気持ちも大事です。飛び道具で強気に迫りましょう。ゲームの展開を自分から早くできるのは面白いですよ。ブレイド設置後の飛びを落とす。これで相手は飛びづらくなります。ブレイドを餌に相手を飛ばせて落とした後、ジャクソニックを打った後にドライブラッシュで攻めに行っています。相手の起き上がりにソニックを重ねて攻める、サマーで落とした後のテンプレ的な動きの一つです。飛び道具を重ねてドライブラッシュという流れは、弾速の遅い飛び道具を持つキャラクターの特権です。重ねる状況によってソニックの使い分けが必要な時もあるので、日頃から意識して練習するのをお勧めいたします。ここのターゲットコンボの入れ込みは私の判断ミスですね。精進いたします。判断ミスから反撃をもらいましたが、相手はバーンアウト状態になったので有利になりました。とはいえ、モダンガエルは相手を追い詰めるパーツが少ないので、無理せずに言っています。バーンアウトだ、追い詰めてやるぜ、とプレイしていた時期もあるのですが、いい結果を招けたことがなかったため、控えるようになりました。相手のドライブゲージが回復しましたが、画面中央まで押し返せたのでよしとしましょう。4強にラッシュを仕込んでアシスト強まで、フラップを潰しての勝利です。こちらの攻めがうまく噛み合った展開になりました。少し振り返ってみましょう。相手のドライブゲージが返ってきたあたりからになります。開幕のようにソニック連打の後、今度はオーバードライブソニックを混ぜました。オーバードライブソニックのタイミングは当て感の要素が大きいのですが、一応理由付けをすると、相手が動きそうなタイミングで打つことですね。今回はソニックを2回、ブレイド設置という流れを見せているので、2回もソニックをガードしたら動きたいでしょう、というイメージです。まあ、勘の息は出ないのですがね。オーバードライブソニックヒット後に、ジャクソニッククロスと一緒にラインを上げます。未中からのターゲットコンボのヒット後、4強を使って攻めを継続、ドライブラッシュから打撃卓まで、打撃卓が通り、コンボを入れてラウンドを取りました。モダンガエルはドライブラッシュからの中断攻撃がないため、ドライブラッシュからは投げと打撃の2択になります。投げを潰した時のコンボはしっかり決めたいですね。俺が一枚上手だった。ラウンド2もソニックで強気に迫ります。反撃確定ミスです。ルークの強フラッシュはマイナス4フレームなのでコパンでの反撃が確定します。ルークが安易に後ろ受け身を取ってないのが偉いですね。未中のターゲットコンボの2段目がヒットした後ぐらいから、ターゲットコンボ2段目にジャクソニックを入れ込んでました。ちょうどよく起き上がりに重なる形になります。画面上でも出ていますが、プラス26フレームと大きな有利を取れています。相手の起き上がりに飛び道具が持続気味に重なったためです。対戦中では細かいフレームまで見極められていませんが、状況的に有利が取れているという判断はできるため、ドライブラッシュによる強襲を仕掛けています。ドライブラッシュから投げを通した後のジャクソニックです。ここでは相手が後ろ受け身を取るかどうかの判断が大事です。後ろ受け身を取られた場合は、オーバードライブサンドブラストなどでジャクソニックが潰されるので注意してください。まあ、この状況はソニックを入れ込んでますけどね。ルークが後ろ受け身を取らなかったため、ソニックを打ちづらい距離での攻防です。この距離はモダンガエルにとっては苦しい距離なので、
本来であればさっさと逃げるか、思い切って前に行くか、という判断をお勧めいたします。私は欲張って攻防を続けてしまっているため、殴られる結果となりました。相手のコンボミスで大ダメージにはならなかったのですが、苦しい距離からは早めに離れることを推奨いたします。この状況でラウンドを取られると苦しいため、多少無理をしてでも攻めに行きたいですわね。負けるにしても、ゲージを使ってくれるのが理想です。ここで SA さんを使ってくれたら楽だったのですが、しかし、相手のパリーをパニカンで投げることができたので、いい猿状況となりました。最後は4強からドライブラッシュコンボを決めて勝利です。モダンガイルは相手との距離を意識しつつ、ワンボタンによる高速ソニックとブレイドの設置で、相手に息を入れさせないのが大切だと思います。相手を待ってはいるのですが、相手には待たせないという意識で戦いましょう。続いては、ホンダとの対戦です。最近のダイヤモンド星4から5の話になりますが、モダンプレイヤーも増えてきたように見受けられます。100巻に対してはしゃがみ強化サマー、頭突き警戒にはソニック、とじゃんけんになりやすい組み合わせですね。ソニックを100巻で潰された時のリスクが大きいので、私は少々苦手意識があるのですが、冷静に考えなくてもガイルが有利の組み合わせだとは思います。揶揄する表現になるのですが、モダンホンダはガイル相手でも待つ人が多いため、ブレイドを設置するのが楽な人も多いですね。ブレイドを設置すれば、ホンダは頭突きを打てなくなるので、相手は飛ぶかブレイドと向き合うかしかなくなります。100巻の範囲外ではのびのびとブレイドが打てるため、範囲を下げる行動は歓迎なのがガイルの良さですね。もし、ホンダ戦に困っているガイル使いの方は、ブレイドを起点にした読み合いを仕掛けることをお勧めいたします。ジャクソニッククロスに対してのオーバードライブ頭突きの切り返し、腹切り覚悟の突貫、本気、ですわね。100巻に対してはしゃがみ強が機能しやすいですが、足払いが漏れないように注意しましょう。立ちっぱなしによる待ちですね。私もよくやるのでお気持ちはわかるのですが、ガイルには機能しがたいです。待ってなんぼなので。SA リーチには飛び道具に対しての無敵はありません。良い感じに困ってそうですね。ガイルにとっては理想の状況です。開幕ソニックは100巻が怖いのですが、あれだけ潰したのでなかなか打てないだろうという心理で打っています。サマーの距離ではありませんでしたね。やり込み不足でごめんなさい。ガイルだけの話ではないのですが、モダンのしゃがみ強対空はコマンド入力の位置が大事です。カードを仕込まず、真下へ入力を入れています。めくり気味の100巻だったため、右斜め下の入力でしゃがみ強を出してしまうと足払いが漏れてしまうためです。しゃがみ強で対空を取る場合は、コマンドの位置にも気をつけましょう。足払いが漏れて100巻をパニックシュカウンターでもらってしまうと、生きていることを後悔してしまいますので。置き攻めミスですね。もったいない。ファールアウト。ラッキーです。インパクトを使ってラインを押し返しましょう。私はバーンアウト状態の相手になら強気にインパクトを打ちます。最後はソニッククロスからラインを上げて暴れを潰して勝利です。ガイルのような待ちキャラを使っていると、この人は攻めを身につけてこなかったのだろうな、ということを感じますね。プロゲーマーの方もおっしゃっていましたが、ミスマチが横行してしまっている現状のダイヤモンド隊は、少々もったいないような気がしますね。最後はジュリ戦になります。ジュリは疾空戦という空中必殺技を持っているため、少々面倒だと思う相手です。開幕のソニックを飛ばれるのは、読み合いなので仕方なしですわね。ソニックの対策が難しいためか、中距離でインパクトを多用する方は多いですわね。現状のダイヤモンド星3ぐらいまでは、インパクト返しを念頭に戦略を組めれば勝率は上がると思いますよ。黙っててもインパクトでやられるだけならパナすべき、間違いないですわね。むしろ届かない距離でアシスト強を打っていた私は何だったのでしょうか。最後は4強にラッシュを仕込んでいたところに、相手がインパクトを打っていたためインパクト返しでフィニッシュです。自分の行動が何を見越しての行動なのか、というのを意識するのも大事です。
この状況はジュリが不利ということもあり、隙をごまかすためにインパクトを打ってきたのだと思います。ガイルにとってはソニックで切り返すこともある距離なので、ソニック読みも兼ねているのだと思います。ですが、飛ばれるとそのまま倒される体力状況なので、安易にソニックを打てないんですよね。なので私は、牽制技を潰すことを見越した4強を選択しています。4強にラッシュを仕込んでいましたので、ヒットしていればそのままラッシュコンボで決めきることができました。結果的には相手がインパクトを選んでいたため、インパクトを返した形になります。ガイルの4強はリーチも長い上に技キャンもかかる優れ技なので、信頼していい攻撃パーツだと思います。牽制に困ったら、まず4強を使いましょう。相手が積極的に動いてくれているので、こちらも答えがいのある勝負ですね。このまま、ジュリの速さに飲まれないように対応していきたいです。サマーまで行けましたね。もったいない。小足からでも行けそうな範囲のリーサルですね。コンボミスです。もったいない。SA さんを許してしまいましたが、あとはワンボタン対空で勝てるため、慌てる必要はないですね。この距離の空中行動を落とせるのは、ガイルの良いところです。SA さんを対空で使う真骨頂ですね。サマーで落とす場合や、他のキャラの昇竜で落とす場合は引きつけないといけないのですが、ガイルの SA さんは範囲が広いため、かなり早めに入力しても相手を落とすことが可能です。ジュリが疾空戦を選んだため、結果的に引きつけて落とせてますが、仮に疾空戦を選んでなかったとしても SA さんの範囲となっています。疾空戦を選んでなかった場合はカス当たりだったと思いますが、倒しきれていたでしょう。ガイルの SA さんは発生が9フレームと少々遅いため、海空では使いにくいところがあるのですが、モダンにおいてワンボタンで出せるのであれば、この遅さも気にせずに使えますね。モダンガイルの良いところの一つです。基本的にはコンボでの使用をおすすめしますが、モダンであれば対空の選択肢もありだと思います。モダンガイルならではの対応方法を、ぜひ模索してくださいね。モダンガイルを使うといっぱい煽られた、それほどでもないゲーマーチャンネルはこちらです。